はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケネチです。今回はですね、こちらの井伏正司さんが書かれた黒い雨をですね、紹介しようと思います。ただ、最初に言っちゃうとですね、今回この動画では、この黒い雨の、物語の、ね、中身を切り取ってきて、ここが面白いとか、ここがすごいっていうのを、説明することはですね、しないんですよ。で、これですね、なんでかっていうと、解説の人も言われてるんですけども、井伏さんの文学の面白さを、言葉で説明しようとしても伝えきれないし表しきれないっていう風に、言葉で説明するのは不可能だっていう風に言ってるんですね。で、それに僕もですね、同意で、この井伏さんの、今回黒い雨ですけども、じゃあこの黒い雨の面白さを伝えようとして、どっか一シーンを切り取ってきて、いくら自分が説明したところでですね、それだとね、全然、この面白さをね、伝えきれないんですよ。で、解説の人がですね、言ってたのは、井伏さんの文学の面白さを体感するためには、自分自身でこの井伏さんの文学を1から10まで丁寧に読んで、自分自身で面白さを味わうしかないっていう風に書かれてるんですよ。そういう風にですね、井伏さん自身も多分意識をされて、文学を書かれてるっていう風に、解説の人も言ってたんですよね。で、同時にですね、井伏さんは読み手を選ばないように、そこもね、丁寧に書かれてるんですよ。だから文学に素養があろうがなかろうが、前提知識があろうがなかろうが、誰が読んだって、分かるように、そういう風にですね、1から10まで読んだ人は全員分かるようにですね、物語を、ね、作り上げられてるんですよ。なので言っちゃえばですね、井伏さんの文学においては、解説がいらないっていう風に言っちゃえばいいのかな。1から10までちゃんと読んだ人は全員が全員、その面白さに気づけるように、井伏さん自身が丁寧に丁寧に言葉を選んだりとか、構成を考えたりしながら緻密にですね、物語を作り上げていってるんですよ。僕もですね、それをすごい感じて、この物語を最後読み終わった時、最後読み終わった時というか、物語の最後数ページに差し掛かった時に、なんかね、その集大成的なもの、今まで別にそのぼんやりとしてたものが全部が一気につながるというか固まるような感じの、そういう感覚を得たんですよね。なので、やっぱりその瞬間、最後数ページのその瞬間を、じゃあ自分が言葉で説明しようとしたって、それは伝わらないし、今まで読んできた全てがあったからこそ、最後のこの数ページのこの主人公の行動とか気持ちってのが、読者からしても分かりやすいように書かれてたかなっていうのが印象として、なので井伏さんの文学はですね、その身をもって、1から10まで全部読むしか、味わえないのがですね、井伏さんの文学かなと思います。で、もう一個ですね、この黒い雨に関して、面白い不思議な感覚を得られる話をですね、しようと思うんですけども、この黒い雨っていうのは、原爆の話なんですよ。広島に落とされた原爆の話で、原爆が落とされた後に降った雨がですね、黒い雨だったんですよ。それは、皮膚についたやつを水で洗い流そうとしても洗い流せないしっていう、まるで毒素がね、染み込んでくるような、そこからね、原爆症になっちゃう。直接的に被爆してなくても黒い雨に打たれたりとかすることによって、被爆してしまって原爆症に悩むお話なんですけども、そういうね、戦争とか原爆の話ってなると、普通だったら、悲惨とか凄惨な、読んでて苦しくなるような話が多いんですけども、この井伏さんの黒い雨に関しては、終始ですね、最初から最後までずっと冷静な気持ちで読めるんですよ。もちろんその書かれてる描写としては丁寧に描写されてるので、すごい凄惨なシーンとかいっぱいあるんですけども、なのにですね、不思議なことに読んでる読者としては全然その気持ちが痛まないというか、すごい冷静な感覚で読めるんですよね。で、似たようなもので言うと、この世界の片隅にっていう、映画も本もあるんですけども、あのですね、作者が言ってるのが、原爆の話を書こうと思った、戦争の話を書こうと思ったんじゃなくて、この世界の片隅っていう本は、日常、その戦時下のですね、日常を描いたんだっていう風に作者自身も言ってるんですよ。でそれとね、結構近い感じで、この作品もですね、爆心地に近い人たちの、日常を描いたような話なんですよ。原爆を落とされた後、すごい地獄みたいな光景が広がっている中でも、それでも生きた人々の、日常をですね、描いた話なんですけども、この世界の片隅にはですね、いくらかやっぱり涙目になるシーンとかもいろいろあるんですけども、この黒い雨のとして面白いのが、ずっと別に涙が出そうなシーンもないし、胸が痛くなるような、締め付けられるようなシーンとかも別にないんですよ。それでいてずっと最後まで読めるっていうのがね、すごい不思議な話なんですよね。だからここら辺もね、井伏さん自身がやっぱり丁寧に丁寧に、そういう凄惨さを味わわせるために作った話じゃなくて、あくまでもやっぱり日常を描きたかったっていう思いからなのか、そうやってね、読者にそういう気持ちを、凄惨な気持ちを与えないように、丁寧に作り上げられてったのかなって思います。なのでこの黒い雨の面白さとしては2点ありまして、1つ目はですね、
イブスさんの文学、1から10まで読まないと、イブスさんの文学はわからない。代わりにですね、読む人は選ばないし、1から10まで読んだ人は、全員が全員、イブスさんのその文学の面白さっていうのに気づくように作り上げられてるってことと、もう一個はですね、原爆の話なのに、読んでる側としては常に冷静に読める。全然凄惨さもないし、涙を誘うようなシーンもない、感動するようなシーンもないし、胸が締め付けられるようなシーンとかもないんですよ。これがね、すごい不思議で、やっぱりその日常をですね、描きたくて、その日常をしっかり冷静な気持ちで見てほしかったからなのか、そういう風に作り上げられているような文学かなって思いました。なのでじっくりですね、その原爆の話ですけども、じっくり何かの本を読みたいっていう人にとってはですね、この話は丁寧に読んでいくと、イブスさんの文学の凄さも分かりますし、この黒い雨っていう原爆の話なのに全然凄惨さを感じないっていう不思議な感覚も味わえるので、ぜひ、興味がある人、時間に余裕がある人はですね、読んでみてほしいなと思います。はい。それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。